いちゃん、皆さんこんにちは。明日がくるさです。今日はステージ3の2、ゲームプログラミングの超簡単スムーズ移動、スーパーシンプルスムーズムーブメント、略して SSSM なんちゃっちを解説したいと思います。対応するガチャのソースコードはこちらにありまして、ガチャネームスペース H の定義をスーパーシンプルスムーズムーブメントに置き換えてビルドと執行をすることで実際に動かして試せるようになっています。とっても簡単にスムーズな動きができるんだよ。ガチャンのサンプル003とかにも使われています。サンプルの解説の方でも言いましたが、これはプロさんが20年ほど前に個人的に思いついて、それ以来個人的に使ってきたというゲームってよく使われるかというと正直わからないとのことですが、便利なのは確かだそうですよ。それでは行ってみよう。まずはどういうものか確かめてみましょう。オブジェクトがターゲットにスムーズについていく動きをしているのがわかります。これを真面目に作ると結構大変そうなのは想像がつきますね。さて、どうやっているのでしょうか。まず、オブジェクトがあります。そして、ターゲットがあります。この2つにある程度距離がある状態になっているとします。ベクトルイコールターゲット位置マイナスオブジェクト位置。ベクトル、向きと大きさを持ったものはオブジェクトからターゲットへのベクトルになります。このベクトルを一定の割合で割ってあります。例えば分かりやすい例で言うと10とかですかね。ベクトル割るイコール10。このベクトルをオブジェクトの位置に足してオブジェクトの位置を更新します。オブジェクト位置プラスイコールベクトル。オブジェクトがベクトルの分だけターゲットに近づいたことになります。さて、このベクトル、ターゲットとオブジェクトの距離がもっと近かった場合にはどうなるでしょうか。そうです。その分小さくなります。ベクトルが小さくなるということはオブジェクトの
動きが遅くなるということです。近づけば近づくほどオブジェクトは遅くなっていって、最終的に同じ位置まで行くとベクトルの大きさはゼロになってオブジェクトの移動が止まります。ターゲットがオブジェクトから逃げれば、その分2つの距離は大きくなってオブジェクトは速くなります。つまり距離の一定割合による速度でターゲットを追うという動きになります。ターゲットの逃げる速度が一定であれば、2つの距離がある程度まで離れると、ターゲットとオブジェクトの速度が同じになって、一定の距離を保ちながら追従するという状態になります。簡単でしょ？これをソースコードで示すと、じゃーん、これだけ。このソースコードのまま本当にこれだけなんです。実際に試して、動かしてみてください。さて、説明では10とした一定の割合ですが、これを大きくするとベクトルはその分小さくなりますので、よりスムーズ。小さくすればベクトルはその分大きくなりますので、より機敏になります。先ほど説明した10ではこんな感じ。これを例えば20にしてみます。これを例えば今度は5にしてみます。調整も簡単。これすごくないですか？ぜひ試してみてください。何かするときにはすべてご自身の責任において行ってくださいね。それでは、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。